こんにちは、ぷくともです。以前の動画でノマドスカルプでワニくんのフィギュア作りにチャレンジしたんだけど、初心者の私にとってやり方を覚えながら作っていくの、なかなか難しくて大変だったんですよね。ノマドスカルプも難しくて大変だったんだけど、より本格的な 3D モデリングができるブレンダーっていうものになってくると、もっとハードルが高くて、正直私は全く手をつけられていない状況です。そんなわけでね、iPad で描いた 2D のイラストが 3D にサクッと変換できたらなっていつも思ってたんだけど、そんな時に見つけたのがメッシーです。今回は初心者さんの 3D モデリングのハードルを取っ払うべく、メッシーを使って iPad で描いた 2D のイラストを 3D にどれぐらいクオリティ高く変換できるのか検証していきます。そして最後には 3D プリンターを使ってフィギュアを作る様子まで見せちゃうので、ぜひ一緒に見ながらチャレンジしてみてください。では、行ってみよう。今回はいつも使っている iPad の Procreate というアプリを使って描いたイラストをメッシーで 3D に変換していきます。というわけで早速 Procreate を開きます。そしたら今回はサイズは特に指定がないからスクエアで適当にサクッと描いていきます。アクションの中の描画ガイドをオンにして描画ガイドの編集から対象を選びます。そうするとこんな感じで左右対称の絵を簡単に描けるようになります。この状態で今回はうさちゃんを描いていきます。サクサクとぬるぬると描けました。メッシー、もちろん iPad でも使うことができるんだけど、ちょっと最終的に 3D プリンターに送ってフィギュア化したいっていうのがあるので、データは iPad から MacBook の方に飛ばしておきます。ブラウザでメッシーを開きます。リンクは概要欄に貼ってるのをチェックしてね。先ほど描いたイラストをメッシーにアップロードしていきます。今回は特に設定を変えず、強化をオンにした状態でいきます。あとはポチッと生成ボタンを押すだけで、かなり可愛くうさぎちゃんが完成しました。これ驚いたのが、1枚の画像しかアップしてないんだけど、描いていない後ろ姿のこの尻尾の部分までね、ちゃんと描かれてるんですよ。すごいですよね。全体的にちゃんとこの耳の部分のくぼみだとか、いろいろ立体化した時のうさぎっぽさっていうのが表現されていて、かなりクオリティの高い 3D モデリングができてます。そしてなんとこのデータを動かすこともできるらしいので、試してみます。下にあるアニメートを押して、その後リギングボタンを押します。AI がリギングっていう骨組み設定を自動でしてくれるから、キャラクターから簡単にアニメーションを作ることができちゃいます。ちょっとね、骨格の部分引っ張られて歪みができちゃってはいるんだけど、自分が描いたイラストが 3D になってしかも動いている様子を見るとなかなかね、可愛くて愛着が湧きますね。ちょっと違う動きもやってみますと、ますます歪んじゃったんだけど、でもね、ふにょふにょ動いてて、可愛いですね、なかなか。次に大本命の私のオリジナルキャラクターワニくんのイラストを 3D モデリングに変換していきます。同じように画像をアップロードして、先ほどと同じ設定で強化をオンにした状態で生成ボタンをポチッと押すと、あれ？ちょっととんでもないモンスターがこの世に誕生しちゃったんだけど、なんでこんなことになったのかちょっと角度を変えて見てみると、なるほどね、この角度だったら確かにイラストを 3D 化したっていうの納得なんだけど、ちょっとそのためにね、目が3つ ?4 つになっちゃってて、横から見たらいいもののなかなかのモンスターが登場しちゃってますね。で、やっぱワニだからっていうことで AI が判断したのか、ギザギザの歯ができちゃったりとか、強化ボタンを押したことによってちょっとデフォルメが強くなりすぎちゃって残念な感じになっちゃったので、次は強化をオフにした状態でもう一回生成してみます。オフにするとイラストの再現度としてはかなり高いんだけど、ただ薄っぺらい。これだとね、立体化したとはなかなか言いづらい感じになっちゃいましたね。
続いてメッシーの機能にはテクスチャーっていうものもあって、色とか一瞬で反映させることもできるらしいので、このワニくんの薄っぺらちゃんにやってみます。そうするとちゃんとこんな感じで色も塗られました。可愛いんだけどね、ただ薄っぺらいのよ。はい、気を取り直して、今回一番楽しみにしていたメッシーで作った 3D データを 3D プリンターでフィギュア化する操作をやってみます。このメッシーの面白いところはなんとデータをそのままバンブーのスライサーソフト、バンブースタジオに直接送ることができるんですよ。しっかり 3D プリントできる完成度の高いデータになっています。もろもろ設定して、早速印刷スタート。じゃーん。ここの部分はね、サポート材って言って浮いてるところをサポートしてくれているものなんだけど、このサポート材の部分、ギリギリのこの境目のところだけサポート専用材を使うっていうやり方があるよっていうのをこの前 X2D の動画をアップした時に教えてもらったんで、早速試してみました。果たして綺麗にこのサポート材取れるのかやってみます。意外と硬いけど、いいね。スポンって取れた。めっちゃ綺麗に取れた。完成したフィギュアがこちらです。いやー、かなりクオリティ高く仕上がってます。かわいい。そんなわけでモデリング不要でイラストをフィギュア化することに成功しました。もうね、これは夢みたいですね。ほんとね、文句なしに可愛いです。ただ、一応ね、先ほど作ったモンスター化したワニくんも印刷したんだけど、こちらに関しては課題ありですね。ね、多すぎて怖いよね。とんでもないモンスターが爆誕しちゃいました。ワニくんって完全オリジナルだし、ちょっと AI が立体化を想像しづらかったのかなっていうのがありますね。しかもこのワニくん、ワニなのに歯がなかったりするゆるいキャラクターだったりと、ちょっと AI がその特徴をつかむのにはハードルが高いキャラクターだったなと思いました。ちなみに以前自分自身でノマドスカルプでモデリングした時も、顔の角度をちょっとずらして立体になった時の違和感を消す作業がね、なかなか大変だったんですよね。そういう意味では、やっぱりこの左右対称で描いたうさぎちゃんのキャラクターは、メッシーがこの立体化をかなり想像しやすくて作りやすいキャラクターだったのかなと思います。皆さんはどんなキャラクターを 3D 化したいですか？よかったらコメント欄で教えてください。そして今まで自分の描いたイラストを 3D モデリングしたいけど、ちょっとハードルが高くて難しいなと思っていた方は、概要欄のリンクからメッシーを使ってチャレンジしてみてください。実際やってみたよという方は、ハッシュタグ、ぷくともをつけて SNS に投稿してもらえたら私見に行きますので、楽しみにお待ちしてます。そんなわけで最後までご覧くださりありがとうございました。以上、ぷくともでした。バイバーイ。